皆さん明けましておめでとうございます。フランス在住の親指プチコです。新年一発目の今回は最近引っ越した家のルームツアーからスタート。こちらはシューズクローゼット兼コート掛け。大きくはないですが、私たち2人には十分な大きさです。こちらはキッチン。キッチンの一角に食洗機と洗濯機を置くスペースがあります。小さい庭があって犬の散歩はここで事足ります。こちらはごく普通のトイレ。収納もあって便利です。朝ごはんはここでささっと食べることが多いです。こちらはリビングルーム。ローテーブルとダイニングテーブルを置いています。前の家より広々していて、大きいソファーを置いても圧迫感がありません。クリスマス時期だったのでデコレーションがあちこちにあります。今年は思い切って大きいツリーを買いました。階段を上って2階へ行きます。こちらは彼の趣味部屋。こっちは私の部屋。無趣味なのであまり物がありません。このコーヒーテーブルのスペースがお気に入りの癒しスペースです。ドレッサーを置いても余裕があります。こちらはバスルーム。シャワースペースと浴槽があります。洗面台も2台あって快適です。こちらはベッドルーム。この日はクリスマス当日だったのですが、彼は仕事。義理家族が翌日から来る予定だったので餃子を作ることにしました。フランスの一般的なキャベツは硬いので、シューフリゼと呼ばれるちょっと歯の柔らかいキャベツを買ってきました。ネギは白い部分だけを袋売りしているものがあるので、それを買いました。何かのビデオかテレビで見たネギのみじん切りをうろ覚えですが、試してみることにしました。ネギの側面2箇所を斜め切りします。それから普通に輪切りにするように切るだけ。たどたどしくもなんとか切れました。でも結局最後には王道のみじん切り。残ったネギは輪切りにして冷凍しました。切った野菜を塩もみしておきます。生姜は好き嫌いがありそうなので少しだけみじん切りにして加えます。
義理家族は多分餃子を食べるのは人生初。今までの経験上、餃子はフランス人の受けが良かったので、今回餃子を選びました。ひき肉全部入れるか迷いましたが、結局めんどくさくなって全部入れました。豚ひき肉はスーパーで売ってないので、今回は牛 100%。下味は参考にしたレシピに書いてあった味噌を隠し味に入れてみましたが、そんなに違いはなかったです。あとは塩コショウ、酒、醤油、蜂蜜などを適当に加えました。使い捨てゴム手袋なんて家にないので多めに見てください。ひき肉だけでこねたら野菜を水切りして加えます。塩コショウ、ごま油などでさらに下味をつけて混ぜていきます。私はごま油好きだけど彼は苦手らしいので少しだけ。参考にしたレシピには卵入ってなかったけど、実家では入れてた記憶があるので一応卵を一つだけ入れました。あん完成。久しぶりの餃子作り。うまく包めるか心配。餃子の皮は冷凍で売られているものを自然解凍して使いました。フランスに来た当初は餃子の皮なんて売られていないと思っていたので、何度か手作りした記憶があります。でも大変すぎるので最近は迷わず市販のもの使用。ブランクがある割には割とうまく包めました。餃子の香りにつられてすごくクンクンしていた犬。クリスマスミュージックかけて一人黙々餃子作り。私は聖なる夜にフランスで何をやっているのか。犬は餃子の強烈な匂いにつられてか、私の心情を察してか、終始横で見守りたい。65個ほど完成。いつでも私の心のお供なもふもふ。ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。